見たかったんです1ヶ月。そう言えばいいじゃんね本当に。モノノフじゃねえなモノノフじゃなかったらなんだって言うんだ。レベル5スキルではあるけども、レベル5スキルではあるな。やっとちゃんと動くようになってね。コブスイですねこれ。コブスイですね。コーブスいいですね。これあ、これけど前回はエフェクトがなかったんだ。そうなんかね、ちゃんと動いてなかったんだよね。音は鳴ってこうね、なんか殴られてたあれはあったけど。あでもやっぱりなんかバグってるな。心臓線値はちゃんと出ないわ。あらなんかねまだちょこっとねそういうのがあったりとかするのよね。こればっかはどうしようもないよね。これけど面白いですね。何発殴ってんですかこれ。何発殴ってるんですかね。長い20発ぐらいいってたかな。大変ですね。やおいや強い。あで間違えた。あらさあ魂でもね MP がきついのよねこのスキル本当に。6使ってんですか。6？チャリオットは6だね。MP がなくなった。だから回復するんもあ、ちょっとね、これで回復できてるじゃないですか。できるよ。アシュラオーダー、チャリオットいやチャリオットすげえ貫通してるし。これなんですか。めっちゃ強くないですかこれ。しかも MP 回復するんですよね。やば。そうっすね。楽しいねでもあなたみたいなこれじゃないんでしょ。これじゃないです。どうしようかな。刀やり見せちゃおうかな。刀なんでやねんヒュードラミコニックチャージわっしょい。あ、派手なエフェクトつきましたね。リベンジョンっていうよりもちゃんとエフェクトが入りました。わあかっこいいかっこよ。なんすかこの亜空間みたいなところからこう出てくるみたいな。何が旋風やり。さあクロノストライク。わあなんかすげえかっこいい。おお何あノックバックで消された。あしかも範囲攻撃。うわ何これ。楽しい。ドラゴントゥースに行きましたね。ってことでね、ちゃんとエフェクトも入りましたよという話でございます。じゃあ満を持して刀今マガダチですよね。はい暫定天竜乱世はい暫定設定強い。あ失敗した。天竜乱世失敗したはい切り納めてのね無影山霞雪月使う。天竜乱世なんか新しいやつ。はい無影山。おわすげえ。無影山天竜乱世うわかっちょいい。無影山ちょっとあれですね。霞雪がこれガードされた。新しい天竜乱世がこれ切り納めですね。無影山
はいいやいいっすね。無影山これねちょっとラグというか時間帯ガレオ転生。いやいいですね。すげえどうっすか。かっちょよすぎるんですけどこれあれちょっと待ってしかも天竜のあれ時間めっちゃ伸びてません伸びてるね。 45秒上のバフアイコンもっと長かったってことか。すげえなそうね。無影山さっきから抜き打ち線の線も打ってるよ。通常攻撃強くない？なんか赤いエフェクト出てますよねこれね。これなんですか。通常攻撃強っ。確かに普通のこっちこれだからね。はい281。なんでこんな違うんですかこれ。刀をよく見るんだ。光ってるね。仮想設ですか。仮想設ですか。これよあ60秒まだ調整中なんでね全然まだ変わる可能性もちょっとあるんですけどね。やば天竜のバフ時間が60秒になるって結構やばくないですか。ガレオ転生がよくあるやつ。暫定設定です。かっこいい。これ MP 回復してるのなんかあるんですか。 MP 回復はちょっと装備品がお披露目用なんでちょっと強いです。そういうことですね。だからそう攻撃 MP 回復はそもそも高いですこいつは。これよ。どうしたの。なんや維新のいいでしたね。霧残能ですよね。はい。霧納めなんだ残位いいみたいな感じ。なんていうのいろいろとねってことで。そうなんだよね。調整段階だからね、そう確定ではないっていうのだけはちょっとまだ念頭に置いといてほしいですね。強っ。しかも無影剣やったらガレオ転生2スタック溜まってるんですよね。そうですね。それは確定ですね。あとムエザーは命中率めちゃくちゃ高いんで、命中補正が高いってことが高いですね。ムエザーをじゃあ5回打てばガレオマックスで打てるってことですか。そうだね。だからね調整段階だからどうしてもねまだ何とも言えないよねってことで。強っ。何発撃ったんですか今何発撃ったんでしょうね。わ近い。すげえうわすげえ。あと8発残ってるらしい。8発残ってますね。死ねーっつってコンスピエアねっていう感じでございますね。あと何かあったっけ。スキル入ってないしこれじゃなかったこっちでしたねえ。こっちは多分ないんじゃない。マジックカノン入れてボール入れてファースト入れてフィナウ入ってねえ。いいや。
どんだけノックバックあるんですか？あれ意外にねみんな知らないよね、ノックバックするの。雑魚に使わないからなあれ。ああてかあれだ、思い出した。何をやってんだ俺は。チャージング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 はどこですか？マキシマイザー4番って使いにくいんだけどないか。チャージング人気荒い。一応マジックカノンが調整によってターゲットには絶対当たるようになったので、はいはいはい。結構使いやすくなったはず。これあれだなあーやばい 133.5% やばい。危ない危ない、1ヒットしかしなかった。マジックカノン溜めすぎると大変なことになるからさ。チャージングマチャージング早いよね。早いっすね。あれマジックカノン打ちって溜めるんだって。あ、じゃあ次放つまで待ちなんですね、これ。溜まってくるんですか？そう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 。早っ。これ強くないですか？フォールすごい使いやすいよ。ねえ、範囲攻撃で。そう隕石がね3つ落ちてくるんですよ。これ今 131% だからうんだよね。100% 以上はちょっと爆発する可能性があるので、もうちょっと調整したいねって話は今してるね。爆発しやすすぎてちょっと使いにくいのよね。はいって感じですね。おおよそのレベル5スキルは。そうですね。でデュアルソードの調整がまだ全然終わってないんですよ。はいはいはい、なんていうかね、デュアルソードもねちょっとこの間見せた時にちょっとね1個ね忘れてたんですよね。だからそうなんですって違うスマホじゃないからショートカットが全部ない困るわ。プレイ環境スキル多すぎてリセットのこんなに持たねえのよ普通こんなに持たねえのよ。シャイニングルーナ、いやこっちの方がいいか。エアスライサー入れてツインガスターもまた入れとくか。であれセーバーオーラどこ行った？セーバーオーラどこ行った？あったそう前回ね忘れちゃったんですよね、はい、これエアスライサーあるじゃないですか、はい、実はこのエアスライサーが今のところ実は DPS トップというねちょっと謎環境になってて。どういうことですか？いやそうなんですよ。ルーナーディザスターが意外に弱くて、はい、これはちょっと早く修正しなきゃあかんねえって話をちょっと実はしてきて、まあこういう感じだなっていう。エアスライサーのこれ何が強いかっていうとですね、これ普通こんなんですよ。普通はね、はい、こういうことができるんですよ。これがちょっと DPS お化けだったっていうちょっとね大問題発見しまして、はい、早計はちょっとやばいねっていう話をしてて、再調整に時間がかかっとるという話ですね。エアスライサーとの通常攻撃、ね、よいしょいいっつって、これがアホみたいですよ。もうぶっちゃこれ全部これでよくねみたいな強っ。そう一番ぶっ壊れスキルだったんですよこいつが、はいはいはい、っていうのを最近発見しまして、デバッグしてたらこれやべえなっつって、これやばいわっつってなのでこれはちょっと早急に直そうって話になって、はい、そうだよそれはそうなのよってこんな強いスキル入れるわけないじゃんみたいなっていう、ちょっとねちょっとぶっ壊れでしたね。大変なことが見つかったりとかね、いろいろしてるわけですよ今ね。なんだっけな、なんか多分つがいうちはちょっとバグってんだよな。つがいうちが入ってんな。なんか何が何でも入ってねえわ何が何でも入ってねえわ。なんかつがいうちはエフェクトちょっと直したんですよね。結構なバックステップしますね。これ多分坂道だからじゃない。そういうことですか。なんかねマーカーが今ちょっと出ないんですよね。
おおすごい。クロスあ赤出てるけどなんか変な優勢になってたね。まあっていうことでね、まあ一応出揃ったって出揃いましたね。てか PC 版見やすスキル全部入ってる。ワン画面で。そう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 いいですね。シャッターとかね。あ中入ってるやばいまさか中入ってると思わなかったな。グラディエイトとかね。グラディエイト難しいんだよなスキルとしてな。シュートスキルこれね全然使いうちなんですよね。対象のこうね印をつけなきゃいけないんですよ。この印の説明がめっちゃ長いっていう元のスキルの説明の倍ぐらいね。そうそうそう。あとね武士弓術とかもねこれ前も言ったんですけどねあれですよね矢の代わりになるっていう。ただプロパティが発生しないんで、まあ矢の方が強いっちゃ強いんですけどねっていう話とか。弓節。あとはマジックスキルがちょっとツリーの位置変わりましたね。クロノシフト上に行ったんですよね。フィナルの上になりました。まあこれはまあでも魔道具専用なんであんまあれなんですけど、そうでボールがあってまあ急速チャージがある。急速チャージ結構早かったです早かったっすね。そうだいぶ魔法使いも MP 問題をなんとかできるスキルが増えたのと、あとこれがまだ開発中なんですけど、一応栄翔ひるみをまあ多少なり防御できるという素晴らしいスキルを。はあ。まあちょっと最近の環境ちょっと魔法打てないみたいなことが結構多くて、なるほど。なのでまあ完璧に防御はできないんですけど、まあある程度はなんとかしてくれるみたいなねのがちょっとありますね。そうなんですよ。スキボ不足になるんですよこんなにもあるとね。チャージングとマキシマイザー瞬殺でいけてましたもん。瞬殺結構速くなかったですか？結構速いっすね。まあこんなもんですよね。めっちゃ速くなりましたね。3秒か。ハテナは普通にバグっすね。まだアイコンが入ってないってことですね。でモノノフよね。霞雪月か無影山。そうそこの辺まだスキル入ってない。あとこれか不当不屈は今回見せらんないというこれパッシブなんですけど、はい、これねボスモンスターと戦った時にじゃ俺効果出ないんで。あそんなに局所的な。あそうっす。へえ。長期戦になればなるほどどんどん自分が強くなるという。すげえ。そうまあもともともののふはそんな感じなんで。わすげえ。そこでボス戦でしか反応しないし、ボス倒しちゃうと効果消えちゃうんで、フィールドボスとかでも別に効果発揮するんですけど、結構フィールドボスって高サイクルで敵死ぬじゃないですか。だからこのスキルほとんどたまんないですね。割とギルドレイド専用なところあるわ。なるほど。あとはなんかソロでチャレンジする時とかになっちゃうかな。あとハルバードがさっきのねディメンジョンズルとかね。そうこっちは大体まあ槍さばきもねダメージかった時1段ずつしか下がんないっていうのと、そもそも防御力の低下のデメリットもだいぶ抑えられてるんで、まあ結構痛くなくなるんで割と常用使いしていいですね。うわすげえ。とりあえずねマーシャルまでは多分揃ったんですよいろいろと。さっき殴ってたやつだ。アシュラオラね。これね使い勝手すごい難しい。効果値は攻撃力増加しダメージを受けた場合は MP を消費で代わりの MP 食らうみたいなことですか。そうっす。MP 回復が止まっちゃうんですよね効果中ね。だから使う時だけ一瞬アシュラしてダメージアップ狙うでもいいし、MP 使い切るまで使って、最後の連撃パンチで MP 回収するみたいな流れでもいいのかなっていう話っすよね。パンチの MP 回復はすごい強かったですね。そうですね。家計もそうですよね。まあこれはほぼ P ディフェと同じですね。そう。あと心臓戦時ね。なんかさっきチャクラで反応しなかったのはバグだと思うんで、これはちょっと直す。すげえな。一発攻撃が当てたら何発もバシバシってきてくれるってことですね。そうですね。まあちょっとあれもどこまで容認しようかなってちょっとあるんですけどね、結構強いんですよあれも。でも鉄鋼そんぐらいしないときつくねみたいな話もちょっとあるし、
ただあれまあ慣れが出ないんで、まあ持続ダメージとしてはまあ悪くないかなって感じですね。あとこれね、これ前回ちょっと言ったグラディエイトさんね、そうダメージ軽減するときに MP も回復するんですよ。そうだし、こう時間が切れたときには残った回数あたりで MP も回復するし、で MP ゼロだからとりあえず使えばまあ回復すると。とにかく使っとけっていう感じかな。あ、強い。いやこれも強いですねけど普通に。これはほぼつなぎでどんどん使ってって問題。ただこれ上書きするとこの時間切れにならないから、そこはちょっと好みよね。もったいないですね。タンクが使うんだったらダメージ軽減目的で使っていいと思うんですよ。ダメージ食らった時に MP も回復するし、ダメージ軽減できるし、アタッカーの場合はなんか10秒に1回 MP がちょっともらえるよねぐらいの。まあ優先度は低いんじゃない、そんなに。タンクやる上で NP が枯渇することってあるんですか？まあそういうタンクなくはないんじゃない。出てきたら使えそうですね。でシャットアウトもね強いよねって。これね一旦ね双剣不能になってますが、これは後々開放する予定があります。そういうことなんですね。そうっす。ちょっとねリリースと同時にこれちょっと入れられないって話になって、そうちょっと後開放になります。結構グラディエイトはね幅広く使えますね。まあでもここ専用だからちょっと使いにくいかもしれないですけど、さすがにねこれを拳とかが使えると結構やばいですね。そうですね。拳 MP0 なんで起点はできないですね。商品 MP ないと起点に設定できないんで、割とデメリットないんでどんどん使っていきましょうって感じですね。やば、すごっ。MP 消費ゼロ。あとムーンスラッシュよな。ロシアの強いんだよな。いや疲労が付与できるのはでかいよ。でかい。これはマジででかいって感じですよね。すげえ。パラボラさんもね、これね当てにくいのよね。攻撃距離変わんないから当てにくいのよ。まあでも、沈黙不要がまあどう響くかっていうのはちょっとあるけどね。あんまりモンスター相手に沈黙そんな強くないんだけど、まあっていう感じで、着々と準備自体は進んでおりますねということで、そうなんですね。もともと来週実装予定だから、それはそうなんだけど、そうですね。やっぱそのマノノフとねハルバードはちょっと間に合わないって感じですね。こっちまだ説明も入ってないですもんね。いやでも今日モノノフ見れただけでも僕はめちゃめちゃ嬉しいですね。もちろんねここからまだ調整全然まだやってるので、使い勝手のはまだ悪いものって結構あって、そう抜き打ちもちょっと遅いんですよ、たまるのが。なんですけど早すぎると通常攻撃だけで全てが終わるんでそれもなーっていうのもちょっとあるし。そっか。そうなんです。でさっきのその双剣もなんかねちょっとまだ DPS がおかしいとかいろいろあったりとか、そうだって一番目玉のルダリザスが一番弱かったんでどうしたもんかなどうしようもないでしょつって双剣前回見てない人がいるんだったらちょっとやりましょうか。ステータスじゃないのよ、スキルなのよ。スキル違うこっちね。PC であんまやんないから分かんなくなっちゃった。双剣下だ。並び順がそうスマホとちょっと違うから分かんないよねどういったこれだ。スルムはまあ今回なくてもいいか。ファントムとかはなんか適当に入れてく。エアスライドエアスライドスパーツって肉合わせていやーっつって、交代のこの攻撃はもっと強くしないと使い道ないよねっていうのは分かる。すごい分かる。正直この急接近だけでも十分使いやすいんだけどなこれ。そうですね、一気に詰めますね。エアサイザーこれが強いんだわ残りのアタックがこいつも強いですね。ツインバスターはちょっとエフェクトの出方を変えたんでちょっと面白くなりましたね。左右の手で持ってる属性によって色が変わるんですよ。そうなん
んですか。合成色に最後なるっていうのをちょっと遊び心で入れてもらったんですよね。だから思いのほか面白くて、赤と青でいったら紫になるみたいな。そう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 、かっこいい。やっぱシャイニングクラスやっぱ近接データが強いですよね。でもやっぱりダメージおかしいな。やっぱアクセルはバグってるわ。また言わなきゃスタッフにダメージ通らないなんでやねんっつってこんなで言ったんだけどな。シャイニング上に打ちましたね。あ、それは敵の方向に打つんで坂道だとたまにそういうのになりますね。あんまり起きないはずなんですけどね。わお。ツインバスターは初めクリティカル確定で追撃が確かちょっと違うっす。2段攻撃なんで初めの連撃は片手剣のバスターブレードと同じなんで角クリで、最後の波動の部分があれですね、別のダメージになってるんで違いますね。まあとりあえずそんな感じですかね。はい。さあね、さあということで10時を超えてからのレベル5スキル紹介がありましたけど、満足しましたか。いやちょっとこの無影山で2スタックたまんのでかいな。あとこれでね、天竜60秒継続、まあ60秒の部分はねまだちょっとね賛否あるんですよ僕らの中でも。もしかしたらもうちょっと減るかもしれないですけど、ただなんだろう、残能とあんま変わんないよねってなるとそれはそれで使うメリットないじゃないですか。そうですね。まあ時間が伸びるっていうメリットがあるっていうところありますけどね。お、ツインバスター敵巻き込んでない。お、いいとこに目をつけましたね。そうなんですよ、2段目は範囲攻撃なんですよね。巻き込んだ数が多いほどダメージが上がったり上がらなかったりするんですよ。信じるか信じないかは話だしたりみたいなはい、じゃあ終わりです。今後は無影山打ちまくって画量転生打つ流れにしてもなんかかっこいい気がちょっとしてきましたね。さあ皆さんいかがでした？